はい、よろしくお願いします。ですね、静けさの森のこのトークイベント、サポーティッドバイ朝日グループ、はい、ということで、ですね、ここでトークをするのは実は今日が初回になります。で、私たちもちょっとまだまだわからないことがあるんですけれども、約45分間皆さんと楽しい時間を過ごしていければと思います。途中でね、質問も取れればと思うので、何かご質問がある方考えていただけるとありがたいなというふうに思ってます。で、今日は、初回、本日のゲストは、クラゲ館の、中島さん、すいません、私自分の紹介忘れました、はい、テーマ事業プロデューサーをやっている、ベターコービン、この後ろにある屋根も壁もないパビリオンの、宮田と申します。よろしくお願いします。ごめんなさい、中島さん。で、そして、その2つ隣ですね。はい、クラゲ館ですね。命を高めるというテーマで、私と一緒にですね、テーマ事業プロデューサーをやってくださっている、中島さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、そして、チーム中島とご紹介すればいいんですかね。今日は本当にこの実は直前の時間、このベターコービングの透明な茶室ですね。これまた後ほど富山さんからも少しお話できればと思うんですが、そこで一緒にお茶をいただいていました。そしてお茶を立ててくださった方々も今日前にいらっしゃっていただいてありがとうございます。そしてそのしつらいを作って整えてくださった富山さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。で、今日はですね、本当に中島さんの魅力についても語っていければと思うんですけど、いいテーマですね、これは。はい、やっぱりもう中島さんはこのテーマ事業プロデューサー8人いて、なんだろうな、もうかれこれ4年いろいろなことをやってきたんですけども、やっぱ常に明るくて、本当にみんなで一緒にやりましょうっていう、結構他のメンバー、僕も含めてネクラな人間ばっかりなんですけど、黒い方が多いです。そうですね、黒い人が多くて、ちょっとやっぱこの自分の殻にどんどん入っていくパターンになりがちの中、やっぱ中島さんがいることによってやっぱいろいろなつながりが生まれて、その場に活気が生まれていったっていうことで、本当になんでしょうね、ムードメーカーでもあり、でそしてもうまさにみんなを高めてくれたということでですね、僕自身も中島館大好きなんですよね。行くとこんなキャラなのに踊っちゃうんですよね。そう、はい、踊ってしまいました。すごい嬉しかったです。はい、すごい。で、ちょっとまず最初にこの中島さんが中島館で何をされてるのか、クラゲ館で何をされてるかっていうのをちょっとお話しいただければと思います。はい、ありがとうございます。でも今ご紹介いただきましたけれども、私も本当に宮田さんのおかげでなんかすごい響き合いながらみんなを響き合わせながらやってきてくれて、この8人個性豊かな8人の中で、はい、すごく楽しくこの山谷もねありながらも、4年間来ました。で、響き合わせると高めるでいろんなことをこれからもご一緒したいと思っている中で、今日このトークイベントを最初の回にお呼びいただいて、すごくしかも富山さんと共にということでありがとうございます。非常に嬉しく思っております。で、じゃあせっかくなのでクラゲ館、ベターコービングの中でクラゲ館の話できるということで、クラゲ館のウェブサイトですけど、これ下の方行けますでしょうか。ベターコービング、ここはもう本当に開かれているんですけど、こっち側は半屋外の感じですね、ところですね。下行っていただいて、そうですね、こういう感じでちなみにクラゲ館行ったよっていう方どれぐらいいらっしゃいますか。すごい。ありがとうございます。でもクラゲ館も予約すごい大変ですよね。そう、でも予約なくても上のところ入れますし、上に入るだけだったらもうそうなんです。で、密かに大体において受付に行ってですね、入れますかって聞くとね、実は結構入れるんですよ。ちょっとバッファーを取ってまして、なので、直前結構うちベビーカーの方とか、車椅子の方もたくさんいらっしゃるので、ちょっとそこの余裕を見ているところがありまして、大体入れます。なので
受付に行ってみて、ぜひ言ってみてください。中島さんがそんなこと言ってましたって言って、上で楽しそうにはい遊んでれば声かけてもらえるんですか？そうそう、声かけて、今だから結構アテンダントが頑張ってまだいけるなと思ったら声かけに行ったりしてるんですけど、ぜひ皆さんの方からもこれね、アーカイブ僕も遊んでていいですかね？全然ちょっと前こっちから迷惑しかかけなそうです。すいませんでした。はい、僕はちゃんと予約取って入ります。はい、100% ではないんですけど結構入れると思いますので、ぜひぜひ。はい、でこういう感じで最初のところをプレイマウンテンって呼んでるんですけれど、もう素敵ですね。結構ね、子供たちがこの最初にニョロニョロって言ってフルート音がするのでフルートとも呼んでますけれども、この白いのがね柔らかいのでもうみんなやってるんです。でこれ建築家小堀哲夫さんがずっと一緒に考えてきていて、この開かれた感じでもう小堀さん萩山になってもいいって言ってもうみんながね自由に登るっていうので、ちょっとゴールデンウィークちょっと前まではもう登りまくってたんですけど、やりすぎてる感じがだいぶあって、今ちょっとなんか生がかかっております。でもできればまた自由な感じで戻せるように今頑張っているところで、6ヶ月あるんでね、ちょっとねいろいろやっぱりその中でどうやっていくかみんな考えながら。そうですね、やっぱ思ってるよりね1日やっぱり1万4、5千人今なってきたんですよ。でやっぱりそうで子どもたちの発想力ってすごくって、登っていって上にもいろんなものあるんですけども、ある時一番人気だったのはもう石と水でみんな遊びまくってましたけれども、で上のところがだから命の揺らぎ場と呼んでますけれど、屋根があるような形でその下になんかいろいろ遊べるものがあります。だから大体見るだけっていうものあんまりなくって、なんか触ってみたりとかなんかやってみるとこうなるっていう風に、物とかあと他の人とかと一緒になって何かやると、気がついたらなんか動いててやってて、なんかそのうちになんか自分が作るっていうことがなんか楽しいなって思ってくれたらいいなと思ってます。なので結構子供がわーってやってるんですけど、ぜひ0から120歳を子供たちと私は定義しているので、皆さん同士に帰っていただいて、はい、ぜひいろいろ遊んでいただければ。はい、いやでも今のセクションもすごく重要ですよね。昔は産業革命モデルって言ってるんですけども、知識と技術ってそんなに動くことがなくて、青年期だけ学んで、あとは働くんだと、で働くのが終わったら自分の時間みたいな感じで、ほとんど奪われる時間だったんですけど、これからもはや社会がどんどん変わっていくので、生涯学び続けなくちゃいけない。でしかも苦行のような学びだと続かないんで、まさに中島さんたちのこの遊びと学びっていうのは同じなんだと。同じです。これが今回テーマウィークを僕らが発掘した部分でもあるわけですよね。学びだけじゃダメですと、学びと遊びなんだ、だからこそやっぱり子供でもあるという、それがもう生涯続いていく学びと遊び。正解はなんかね、すごい人とか経営者とかだけがなんか作り出すんじゃなくて、もうみんなが作りてる。でそのためにやっぱ遊びってめちゃくちゃ大事ですね。遊んでるとなんか元々の目的と全然違うようなところでなんか発見があったりとか、新しいものを作りたくなっちゃったりとかするので、それも人によって違うから結構多様な音があってすごい混沌としてるんですけど、なんかそれがねすごく面白くて、でテクノロジー使ってるものもあるし AR のものもあるけれど、なんか世界の原始的な楽器もあったりとかしてます。いやそうなんです。この遊び場のスペースも伺った時本当すごいなと思って、いろいろなクリエイターに中島さんが開放してるんですよね。そうです。結構いろいろなものがぐわーって占めてるんだけど、それがカオスだけども調和してて、なんか中島さんのこのなんていうのか懐の広さと深さがなんかこの空間にも現れててね、すごいちっちゃい子とかもね今ブワーってきて、さらにもうみんながカオスのようにカオスになってますね、本当に。オープンスペースっていうのがいいですよね。ここは2階が宮田館もそうですけれども、この広場と一体となってるっていうところが一つ面白いところですよね。ね、素晴らしい。どこか外でなんか一瞬分からなくなるけど、なんかちょっと踏み入れると違う感じがしますもんね。そうでここはワークショップとかライブとかよくイタリアの皆さんとこれで 3,4 回ライブしたり、リベリアのこの間政府代表も歌える方なので、じゃあちょっとライブしようってしたり歌える人は漏れなく中島さんに巻き込まれていくっていうなんかそう何かできるっていうすごいことに、そうだからそういうなんかいろんなセッション時に起こったりとか、でも毎日のように今週にちょっと少なめなんですけれどほぼでも毎日のようにワークショップもあって、
この間も面白かったです。ラトビアが踊りをすごくやってくれたりとか、ヨルダンがアラブの文字で自分の名前を書くとか、今度サウジアラビアもありますね。すごい。石黒いとも今度動かしたらいいんじゃないですか。なんか来てくれますかね。石黒さん、優しい石黒さん、そうですね。優しい。はい、石黒さんのテンションいろいろあるんで、はい。はい、すみません、言っといて申し訳ないです。世界と連携した方が、宮田さんと私の間の真ん中に収録館がありますから。そうなんです。で、これでまだ半分しか喋ってないんですけど、予約した方は下に行って私を聞くっていういろんな音を聞いたりとか、その後は私を祝うというところで、そこでは、そうですね、私を聞くのとこはでも一応このフィールドレコーディングというか、いろんな土地の音を取ってきてます。水の中の音で、水の中でなんか魚が警戒してる音。暗い部屋のそうですそうです。いわゆる予約で入れる一部屋目ってことですね。一部屋目、私を聞く。私を聞く。いや、もう最初入った時びっくりして、なんか中島さんこんなに明るいのに真っ暗な部屋で、こんな面もあるんですね。中島さんにはすごい言われました。こんななんか静かなっていう。まあでも、はい、そういつもすごいね、とてもはい。でもまさに静けさの森にもちょっとこうつながるようなこう。静かに耳を傾けるような部屋ですね。耳が開いていくようなね、なんか普段音があるないって思うけど、あっちの方からね、なんか部屋がやっぱり揺れてて何か聞こえてきたり、こっちからなんか人の足音が聞こえてきたりって、なんかそれを感じるような、なんかだんだん開いていく。で、あとコウモリの音もなんか超音波で普段は聞こえないんですけど、それを取って聞こえるところにちょっと振動数を落としたものとかがあったりして、なんかそういうのが混じり合う空間があり、で最後は私を祝うっていうところで、そこは生演奏もあって、すごいですよね。落合君叩いて帰りました、ね。なるほど。で、そうです。そこで、クラゲと最初遊んだりして、命の旅っていう曲とともに行くんですけれど、途中から世界のいろんな祭りとか郷土芸能、これも本当素晴らしい祭りとかね、郷土芸能ばかりで、そこから5種類ランダムに選ばれて、最後は毎回じゃあ違うんですよ。毎回違うんです。で、いろいろな祭りが混ざり合っていく。で、最後はなんかいろんな人たちが出てきて、中島さんも出てくるんですよね。そうです。私も出てきて、0歳の子も出てくるし、いろんな子が出てきて、和踊りというか、半時計回りに歩くだけでいいので、なんか踊らなきゃと思わなくていいんですけど、もしよければ歩いていただいて、なんかこうもしよければっていうか、あそこに入るとみんな踊りますよね。なんかね、そう。久子妃殿下も踊ったって。踊られてました。久子妃殿下すごいノリがよく、そうなんです。僕も踊りましたよ。そうなんです。そう。なんかね、そうなんです。でもなんか踊ってる映像の中島さんと中島さんが重なった時すごい面白かったですけど、ここは打ち合い感かっていうぐらいのなんかシュールさがあって、まあでも本当素敵な空間でした。素晴らしい。もう大変でした。録が150人ぐらい読売テレビさんのところにいて、そうなんだ。しかももう本当にいろんな人たちがいて、ドタバタしながらの一日でしたね。ニューヨークから帰ってきたその日に行ったんですけど。はい。素晴らしい。でもそうですね。皆さんぜひぜひだから、なんかしに来て、ワークショップやりたいっていう人はなんか言っていただいたらまだどっかあるかもしれないので。中島さん本当何でもカオスのように割とね、割と何でもこの本当フリースペースの2階に行くと、これも受け入れてるのかっていうぐらいね。なんで皆さんぜひ提案してくだされば。はい。万博は機会ですからね。この機会に何か始まって。次につながっていくっていうのがやっぱりすごく大事だと思うので、素晴らしいですね。でそしてそこには、隠れた場所がありまして、そう隠れた場所なんですけど、時々皆さんをお呼びしたりもしているのが、いわゆる VIP 要人のための場所で、それが茶室なんですね。茶室のお話はぜひ富山さんから。はい、ありがとうございます。で、中島館でVIP ルームを作ります。それでお客さんをどのようにもてなすかといった時に、日本的なお茶でもてなそうっていうことに中島さんとお話ししていてなりました。でその空間がお茶室だったんですね。でお茶室って皆さんどう思われますか？茶道とかお茶っていうのは、お茶室っていうのは何かもう礼儀作法とか決まり事が多いとか、ちょっと敷居が高いなというイメージはないですか？どうですかね？高いですよ。皆さんの心の声を代弁して、なかなかやっぱ簡単にね入れないっていう、そういう感じにはどうしても見えちゃいますよね。本人たちはそうじゃないけれどもっていうことですよね。そうです。でこの茶室では
礼儀とか作法とか流派のお茶っていうのをこうですって紹介するのではなくて、あくまでもお客さんが来られた時に日本的なお茶で茶道でもてなすっていうためのものです。どうですか？ちょっとモダンな感じしませんかね？すごいね、素敵な場所なんですよ、本当に我ながらというか、はい。そうでこれで万博でお茶をやる意義でしたり、万博で茶室を作る意義って考えた時にいろいろ歴史軸で考えていったのがプロセスです。自己紹介のプロフィールのところにあったんですけれども、私は設計者であって研究者であるんですね。設計者としてデザインの視点、研究者として歴史軸の視点で万博に携わっております。はい、書いていただきましたね。でそうなってきた時に過去の万博、日本人が今までどう万博と向き合ってきたか、また日本人がどのような文化背景、思想的背景を持って現代に生きているのか、そういったことを国際博覧会の場でつなげ合わせるっていうことを意識してやりました。茶室の正解っていうよりはでも茶室の思想を、そうです。今回は本当に素敵な空間で、私も先日お茶いただきましたけども、中島さんと大山さんがこのクラゲ館に茶室っていうものを作るにあたって、どのあたりが一番それぞれポイントだというふうに思ってますか？どっちからいきますか？中島さんから。はい。でも本当に私もともとね、茶道とか自分自身はご縁がなかったのにもかかわらず、なぜか3年前かなぜかっていうのが中島さんの素敵なところですよね。そうなんかね、急にその京都でスティーブのプロジェクトをやろうっていうことになった時に、ふと、もう何かの導かれてたのかわからないんですが、茶室を作ろうとなんか急に思い立ちまして、でそこから茶室って結局なんかすごくね、なんとなくのイメージで小さな空間の中で、宇宙がある、なんかそういう、なんとなくのイメージはあったんですけれども、そこから初めて泉浩一郎さんにまず出会わせていただいて、でその時に茶室でやっぱりその時に言われたのは、でもお茶を飲まない茶室は茶室じゃないと言われまして、そうでしょうね。そうですよね、だから見るだけの茶室っていうなんかこうデザイナブルなファッショナブルなものじゃなくて、なんかやっぱり自分自身がやっぱりちゃんとお茶を飲むっていうシンプルなもの、それからなんでしょう、やっぱり外と内でこうある意味で分かれて、ここの空間っていうところに入った瞬間にやっぱり空気が変わると、なんかそこの宇宙が面白いんだとかですね、いろんなお話を伺って小堀さんとともにもうめちゃくちゃ面白かったですいません長くなってるんですけど、でその後でもやっぱりそうってことはやっぱり茶室を体験しないといけないということで伺ってお茶をいただいた時にいらしたのが遠山さんで、その時にやっぱり茶室のなんでしょうね、美学を問いとともにたくさん出していただいて、答えというよりは、でやっぱり路地とかだと今でもよく言ってますけど、その常緑樹なんですよね。でもその緑にもいろいろあるんですと、って言われてみると確かにいろんな緑があって、なんかそのいろんな緑の中をこううねうねだんだん見えてきて、こう高まっていく、まさにこれは命が高まる場なんだなっていうことをすごく思って、そこからのご縁で茶室を作るっていうワークショップを子どもたちと共に4回ぐらいですかねやりましたね。途中はもう廃材というかゴミ使ってやったこともありますし。なるほど。子どもたちとワークショップをして出来上がったのがこれではないんですけどこれなんだプロセスですとか、そのプロセスは入ってるんですね。そうですね。どう入ってる？それにしては完成度が高すぎるぞってなんか揺らぎとはまた違う、やっぱり遠山さんの性質な世界ですよね。そうですね。なるほど。例えばなんですけれども、床の間が正面にありますよね。で現代茶室の勉強しようと思って床の間を調べようと思っても、床の間のフィジカルな面だけ書いてあるんですよ。例えばこのスタイルは床のスタイルはなんていうとこです、なんていうとこです。でも床はその形が重要じゃなくて、その気持ち、ホストの気持ちがどう現れるかっていうところがまず重要っていうのが前提にあります。それでワークショップをする中で中島さんとクラゲ館の設計者の小堀さんが
討論を一つしました。それは床の間が必要か不要か問題って。それなに床の間必要派と不要派で議論したってことですか。そうで実は中島さんどっちだったんですか。私はね揺らいでましたね。クラゲのようにクラゲのように遠山さんはね、私はなぜ床の間が必要なのかっていう問いをしました。逆にむしろそれめっちゃ面白いですね。そうなんですよ。専門家だからこそなんで必要なのか。そうです。一人一人の答えが知りたかったんです。なるほどね。あるもんだって思い込んでるんじゃではなくて、なぜ必要なのか。そうすれば、なるほどと、はい、精神性が見えてきますよ。素晴らしい。で小堀さんはそうです。ちなみにそのワークショップを皆さんとディスカッションして毎日深夜まで真剣にやってましたよ。私たちやりすぎてましたね。ちなみにそういうような問いを経て、天井も壁もなくなったのがうちの家庭。いいですね。これでどうやって後をやるんですか。全ては無に。はいはい。全て無にしてそういう問いもうなくていいでしょうみたいな。でもここは床の間残したんですよ。である日クラゲ館の設計者の小堀さんが、もうあれですよね、みんなイライラしてたかわかんないですけど白熱してました。その時は。その深夜まで何回もやったらちょっと変なテンションになってきますよね。私がそういう嫌な質問ばっかりするから皆さんちょっとイライラ。はい。なるほど。そしてある日小堀さんがおっしゃったのが、なんでかわからないけど必要なんだ。すごいですね。なんか答えがどんどん中島さんみたいになってきたんですね。置きたい。なんでかわかんない。欲しい。この気持ちでいいんじゃないかと。この渇望する感じですよね。そうそう。やっぱり床の間なんかもっとシンプルにやっぱりね床の間ってすごく大事なところで賢治が見てきたんだと思うんですけど。なんかそういう憧れみたいなものがあって、それを置きたいっていうそのシンプルな気持ちはダメなんですかって言ったら、遠山さんがそれは素敵な話だってなって、そうですよね、置きたいっていう気持ち、ずっと立ててきた意地悪なフラグを回収した感じですね。素直な回答でなんかストンとじゃあ置きましょうと。でも中島さんのその直感力って僕すごい共鳴するところがあって、なんでしょうね、クラゲってなんでクラゲなんですかって最初聞いた時も分かんないっておっしゃっててでもすごい素敵だなと思って、僕も実はこんな風にいろいろネチネチ論理で攻めるように見えつつも直感側なんですよ。最初にガッて答えがあってそれを説明するためにロジックを組むだけなんでっていうこの共鳴の気持ちを今日クラゲでいいですね。クラゲでしました。プロデューサーとクラゲを着てる20の謎の男っていう。いいですね。クラゲ館のシンボルマークはやっぱりロジックで積み上げていく。ありがとうございます。ありがとうございます。虹色と響き合い高め合わせてきました。でロジックで積み上げる部分とやっぱりこの直感で感じる部分っていうのはやっぱり両方すごく必要なので、この感性の揺らぎだったりとかあるいは響き合いの中でこの未来の直感を立ち上げていくと。でそれを遠山さんがプロデュースしてクラゲはね追い詰めながら小堀さんとも言ってたのは言葉ってなんかロジック説明しきれないものが世の中にはたくさんあるっていうのを結構クラゲに託したっていうのは確かにあるんですよ。だから身体性とかなんか感じ取れるけど言葉では説明しきれない何かみたいな、音楽もそうですよね。なんか感じ合いながらやはり五感ですよね。そうですね。万博を開催すべきかうんなんていろいろあったんですけど、藤本さんもいろいろ言葉を尽くしてきたんですけど、リングに登った瞬間にみんなバーンってなったわけですよね。小さな地球が真ん中にあってリングを歩いていった時に大きな外の世界の中にかけがえない人、今体験みんなで集まっているっていう言葉で言うのは簡単だったんですけど、これがやっぱり五感で立ち上がってくるとやっぱ違うっていう。そうですね。それがやっぱり中島館でもあり、なんかもう屋根も壁もないパビリオンだったりっていう、なんかそこがやっぱりすごく共鳴してる部分ですよね。なるほど。それがまさにこの空間の中で体験する。この間のここの柱が今あるように見えるけど、実際はここがなくて、本来であると床柱がある。一番大事な床柱をあえて外した。で中島館、クラゲ館の思想の一つに、なんていうんですか、スター選手の存在ないっていうことなんですよね。なんていう言葉で表現したらいいんですかね。よく言ってるのが創造性の民主化とか言って、もう誰しもにある創造性を開いていこうみたいな、作る喜びを全ての人にって言ってるので、なんかヒエラルキーのトップのなんかすごいゴンゴンゴンっていう感じじゃなくて、もうみんなすごいと、みんなものすごくて多様で、だからなんかそういうことを多分なんか表現するためにあえて床柱を外して
でもここにはなんか名残のようにすごく素敵なそうです木が。本来床柱って一番ユニークな材料を使います、一番目立って皮付きの丸太だったりするんですけれども、それを吸震性のある柱を取りました。でもまあ名残として下にちょっと皮付きの丸太があるんですけれども、柱がない、そこに不在によって存在を立ち上げるってことですよね。そうです。でそれをなくなったら新しい柱が出てくるって、他の主要構造部の柱っていうのはほとんど古材、古い建物を解体した時に出てきた材料を使ってるんですけれども、床柱の裏側には新しい材料が一つ。素晴らしい、面白いですね。だったりそういうのを聞かないとわからないんですけど、でも感じ取ることはできて、でも聞くとまたそれはそれで面白い、また深まってきますよね。なので言葉は言葉でね、すごく大事なんですよね。五感の中にもやっぱりいろいろ立ち上がる。ありがとうございます。これでじゃあ今日のセッションの話に行きますか。そうですね。それともうちょっとこれ話します。大丈夫。ちょっと一言だけなんですけど、クラゲ館でなぜそのワークショップとか作るとか出てくるかっていうと、中島さんのコンセプトの一つに作るを通して学ぶっていう言葉がすごくいい言葉だなって思います。で茶室を例えばただ見るだけ、体験するだけだとわからないことっていうのがたくさんあるんですけれども、作り手の気持ちになってみると、実は小学生とか中学生が作ったとしても、あるべきところに窓があって、あるべきところに床の間があって、でそういうふうに本来の茶室の在り方と同じような茶室ができてくるっていうのが一つ分かったところで、作り手の立場になってワークショップ形式で学んでいった成果がここに出て、素晴らしい、ワークショップの成果がここに出た。ここにある。そうです。いやでも一見高度で静筆なものに見えつつも、その会話の中だからこそ生まれたものも入ってる。そうです。素晴らしい。それを本来あるお茶室のコンテクストの中で表現したっていうところですね。ありがとうございます。じゃあコラボの画像を出せますかね。じゃあ今日この場に来るまでに何をしてたかっていう話に入りたい。ちなみに一言だけ言ってもいいですか。一個前にお願いします。これ言っちゃった。一個先言っちゃったね。一個前に行けますか。2個前だ。2個前行けますか。こちらはこれなんかもう一個先に行っちゃった。行きましたね。いいか、後で戻ろうかな。まあいいや、お話を始めて。はい、あそこの後ろに有楽軒とあった。そうなんです。裏千家のお家元が名付けていただきまして、永遠の有に、楽しいに軒で有楽軒という名前をいただいて、私は英語にするときエターナルハッピネスハウスと呼んでるんですけれど、ちょっとすごいですね。いきなりなんかパワフルになりましたね。急にすごいちょっとエターナルハッピネスってなんかちょっと違う、もうちょっとやばい感じがしますよね。いい表現がありそうなんですけれど、でも有楽軒なんかね、すごく本当に素敵な名前をいただいたということで、そのことはちょっとお伝えしたいなと思いました。なんか違う英語は考えた方が良さそうですね。ちょっと考えます。急にパーンってこうなっちゃうので、なんか人工的な感じでなんか注入されてそうですよね。なんかでもありがとうございます。で今日のテーマですね。まさにこのコラボレーションの中で、実は中島さんと大山さんと一緒にお茶をご一緒する機会があって。でベターコービングの話もする中で、この茶の湯の新しい可能性って何だろうって話をしたんですよね。でまさに私も能々師匠と関西流の宇沢久先生と一緒に能をこうプロデュースしてご一緒している中で、やっぱり観阿弥世阿弥の時代にやっぱり立ち上げて、でまさにこう世が戦国時代ですよね。この時代が激動する中でそのなんていうのか、死と隣り合わせな時にこの見る世界をどう共に考えるのかっていうことで、お茶もやはりこの千の利休が確立したやっぱわび茶って本当すごいなって私自身思っていて、もう殺し合いをしていた戦国時代ですよね。もう価値観が相入れないと。でもうその人たちがこういろんなものを脱ぎ去っていって、かやぶき屋根の中にこうくぐって入り、ただ人と人としてこう対話をするっていうのがもう本当に素晴らしい。で分断の中にある時代、まさにこの万博っていうのはこのデジタルっていうのが一つキーワードであるんですけど、でも悪い側面としてはもう見たいものしか人が見なくなって、で多文化
っていうのもあるんですけども、ただやっぱり違うことを認めてそれぞれ別々に独立してしまって交わらないんですよね。だからそこをどう響き合わせるのか、未来に向かうのかってすごく大事だろうと。で違いを抱えたままで響き合うお茶っていうのがあるといいんじゃないかって話をさせていただいて、でその時にもちろんわび茶も素晴らしい、あれも一つ究極の形だけども、今度こう脱ぎ捨てるというよりはその違いを持ったままでこの開かれた環境ですよね。いわゆる景色とかもそういったそこにいる生きる命だったり木々だったり、そういうものをこう透明性の中で感じてお茶をご一緒できる空間っていうのがあるといいなって思っていて、で、そこからしばらくお互いのパビリオンのことをやっていて、その時に山さんと対話したこのインスピレーションの断片をサナーの瀬島さん、西田さんと一緒に合わせて作ったのが今日の後ろにあるガラスの部屋。嬉しいですね、はい、そうやってお茶の思想ですとか、はい、日本文化から何かインスピレーションを受けてくださったっていうのは、でそこのやっぱりサナの建築のすごい重要な本質もやっぱり広がりながらつなげていくっていうことなので、何も隔てない。ただやはりあそこは貴賓室茶室なのでやっぱり雨はしのげたいと。であるいはガラスってでもあえて湾曲させることによって単なるこの箱ではない、この風景の中にでもさっきおっしゃっていただいたくぐったらやっぱ音は変わるんですよね。変わりましたね。で、そうするとまたこの広がっていく感じとは違う、自分の声が自分の中にも響いていくような、すごく内的でもありながら広がっていくってすごく不思議な空間の中でお茶をいただくことができて、で そして今日ご一緒させていただいたお二人と一緒にですねお茶を先ほど本当に体験したんですけれども、本当に素晴らしかったなというような、ちょっとまずはちょっと導入でまたお二人からもお話しいただければと思うんですけど、どうでしょう。いやなんかね、あの日、いらしていただいて、でも本当に良かったなと思って、神田中のところで、なんかね、宮田さんとよくこう響き合ってたことがお茶っていう、宮田さんにとってはでもある意味であの時初めてってねおっしゃってて、その時のなんかでもほとばしるような言葉とかが本当に美しくて、そうなんか私自身もでも富山さんのところで、やっぱりちゃんとしたお茶をやらせていただいた時、小森さんと一緒に伺って、お茶をやってる途中でだんだんお花が咲いてくるんですよね。朝多分摘んできていただいたお花がつぼみで、だんだん光がちょっと暗くなってきてっていう中で、だから閉じてるんだけど外のことも感じながら、なんかこうすごい五感の世界だなと思って、だからそれがなんか宮田さんもあの時すぐそれを同じようなことを感じられて、今日に至るっていうのが、濃い茶をやはり口に含んだ瞬間、私は光が差し込むように感じたんですよね。この鮮烈な苦みがこう光っていう、ちょっと共感覚的な体験だったんですけども、その光が美しくて本当にすごく心を動かされて、でそれはやはり私たちのこのパビリオンが求める光にもすごく重なるなと。なんとかこの体験を皆さんと共有したいなということで、今日場を本当に作らせていただいて本当に良かったですし、でまさに部屋ってずっと物販の部屋として使ってたんですけど、本来の目的としてのこの貴賓室茶室っていうところに今日なんか最初の使うことができて本当に嬉しかったです。でどのようなお茶会というか、どのようなテーマだったかっていうところをちょっと話させていただいてもよろしいですか。ぜひ。ありがとうございます。こう見ると私が一番万博っぽい服装をしてプロデューサーさんよりも脈々と。で使っていた例えばお茶碗見てみましょうか。でそうですね、3つのお茶碗使わせていただきました。でこの国際博覧会、国際的な場でなぜ日本文化をやるか、開催国日本だし、私日本で生まれて日本で育った日本人なんでやるのは自然なんですけれども、実はこの日本人が純粋に本と思っていた茶道の中には国際性っていうのがすごく含まれてるんですよ。例えば一番左、宮田さんに飲んでいただいたお茶碗っていうのは中国から来た唐物って言われるんですけれども、中国から来た天目型のお茶碗ですよね。でこれはもともと茶の湯が始まった、茶道が始まった時によく使われていたものです。それがどんどん歴史が進化してくると
高麗茶碗って言って朝鮮半島から来たお茶碗っていうのが使われるようになるんですね。天目の型の綺麗なお茶碗もいいんですけれども、朝鮮から来たこういうお茶碗もいいなって、ちょっと形は似てるんですけれども、いびつだったり綺麗すぎないところの美しさっていうのはありますよね。でそうやって進化して日本のお茶碗、今焼きとか当時では言われるんですけれども、黒楽茶碗っていうのができてくる過程になります。ということを踏まえると、実は日本人が純粋日本だと思っていたものっていうのは海外とのやり取りの中で成立したものなんですよ。だからこそ意義がありますよね、こういう場で。そうですね、文化競争、文化共鳴と言えると、で本当にこの用意していただいた茶碗も本当素敵で、私たちのパビリオン、クリスタルがあるんですけども、夜になると本当に星の光のような、まさに天目茶碗のようなこの佇まいを見せる。で、それを天目茶碗を意識したというわけではないんですけど、光をもっとバーンって当てるとギラギラして、映えるんですけど、かなり抑えて少し目を凝らして光を感じるようなトーンに夜は整えてるんですよね。だからそこのある種抑えたこのわびの光っていうのがすごくやっぱり天目茶碗に合っていて、今日のなんていうのか、しつらいにすごく私も心を動かされましたね。嬉しいですね。話すポイントがいっぱいあるんですけど、ちょっと2点ほど。2点、はい、質問にまだ大丈夫です。あと10分あります。写真を前景写っている写真ありますかね。これですね。前景か。インテリアの様子が。はい、インテリア待ちましょう。で先ほど歴史軸っていうお話させていただいたんですけれども、この2025年の大阪・関西万博を迎えるに以前に日本では博覧会万博っていうものが開催されてます。で例えばこの椅子式の茶室なんですけれども、こちらもそうですし、クラゲ館の先ほどのお茶室も椅子式なんですけれども、それが考案されたのっていうのは明治5年の京都博覧会なんですよ。ずっと鎖国してきた日本が開国しました。で国際化が進んで西洋の人が来ます、海外からの人が来ます。でも日本の茶の湯がずっと脈々と受け継がれてきて、海外の文化もある。それが合わさった時に立礼っていうものができました。でその時の作られたもののレプリカ、写しっていうんですけれども、そちらの机を先ほど宮田さんと中島さんに使っていただきました。あとは1970年、そうです、こちらですね。あと我々が座っている椅子っていうのが1970年の大阪万博の時に立礼席で使っていた椅子をインスパイアしてちょっと簡略化して作ったものです。このように過去の博覧会ともつなぎ合わせてきております。もう横のこの透明感のある空間的なつながりだけじゃなくて、この時代の中のこの共鳴っていうものも今回取り入れていただいたっていうことですよね。もう本当になんで茶室に入った時にやっぱ音がスッとより静寂になり、自分の声が心の中に響くような感じの中で、こういった時間的な深まりを感じつつ、で本当にお茶をいただいた時のこの香りが、まさにお茶のふくよかな香りがファーって広がっていくのが、この周りの緑とも共鳴するような、色だけじゃなくて香りもこの味も共鳴して、なんか本当に景色と一体化したような、すごい不思議ななんていうか感覚にとらわれて、なんかこれもまたちょっと忘れることがない体験だなというですね。今後継続的にぜひやりましょう。ぜひ湯気とかもすごくなんか綺麗になって出て、本当でしたね。音とかもでなんか素晴らしいお手前で、歴史がありながらも一期一会のこのね、今っていうこの瞬間っていうのがすごい素敵ですね。はい、素敵でした。富山さん、もう一個ポイントがあるんでしたっけ？2個。大丈夫？大丈夫です。あとは宮田館に行かれたことがある方いらっしゃいますか？少ない。うちでもいらっしゃいますね。宮田館に行ったことがある方はちょっとこのお菓子を見ていただくと。お菓子。こちら何に見えますかね？京都でよく使われる、茶道では使われるホトトギスっていうお菓子なんですけれども、それをベースにしてるんですけれども、
実はこのお菓子に似た何かが宮田館では出てきます。それが結構コアな印象を受けるのではないかなと思ってるんですよ。まあ、もう答えちゃいますか。で言ったことがある人少ないんで、まあ、ぜひぜひ、まあ、というか予約は取りにくいですよね。うちもっと枠が少ないんでね、ぜひぜひ夜の自由観覧とか朝も自由観覧立ち上げるんで、ぜひ来ていただければと思うんですけど、これはまさに不思議な石ころエコブまんじゅうということですね。村田製作所の人誰かいるかな、いないか。エコブまんじゅうちょっと、はい。エコブまんじゅう、まんじゅうって言っていいんですか。あ、大丈夫ですか。失礼しました。はい、すみません、なんか調子に乗ってカジュアルに乗っちゃいましたけども、本当にでも素敵なね、はい、石ころモチーフにしていただいて、はい、今日まさか石ころを食べることになるとは思わなかったですけど、でもすごい素敵な、はい、ホトトギスの。ありがとうございます。はい、では最後締める前に、さっき富山さんが質問取りたいとおっしゃってたんで、はい、はい、せっかくあと5分ですね、お二人とこのような対面でお話できる機会ってなかなかないと思うんで、ぜひお二人に質問をお願いします。私はちょっと困るんで、はい。質問ある方いらっしゃいますか？なければ強制的に指名しますけど、ありがとうございます。じゃあ質問。はい。はい。すごく興味深いお話たくさんありがとうございました。最初の方で盛り上がった部分で遊びと学びは同じっていうのがあったと思うんですけれども、そのワードをすごいお話聞きながらところどころで感じるところがあったなと思うんですが、普段の生活の中に生かすとしたらどんなところから感じ取れるかなっていうのを、もしよければそれぞれお聞きしたいなと思います。宮田さんの服とかもなんか遊びがね、いや、ぜひもしそうですね、そういう意味ではやっぱり、ちょっと硬い話からすると、日本ってこれ、さっきまさに茶碗が出てきたですね、日中韓は学びをつまんなくした国なんですよね。これも華僑っていうところでつながっていてですね、中国いろいろ原理はあるんですけども、やっぱりこれ人生のある時点でもう詰め込み勉強のプレッシャーをガーってかけて、でそこを通過したエリートが社会で優遇されるっていう、登竜門っていうことわざもあったりしてですね、でその時にもうめちゃくちゃ勉強しすぎて、で過剰なこの受験プレッシャーの中でやってくる。で中国は実は3年ぐらい前にこれはもうあかんと、もう受験産業をなくさないとこれはもう国家的損失だって言ってやめてるんですけど、まだ韓国と日本はちょっと猛烈な受験勉強の中にあるんですよね。でこれが何がこれから変えなきゃいけないかっていうと、本来やっぱりこう学びは楽しいことなんだと、好奇心ですよね。でそういう社会にこれから変えていくために、中島さんも私も頑張って受験の仕組みだけじゃなくて学びの在り方を変えていこうと。でさらに言えば自分が楽しめることがそのままこの学びになっていくような、そういうことをこう作っていかなくちゃいけないし、でさらに言うと、このなんていうのか、知識の習得とか物語の整理、物事の整理みたいなの AI がどんどんやってくれるんですよ、概念整理。で最後に何が残るかってやっぱ好奇心なんですよね。問いを立てる力、好奇心だから、好奇心をいかにいろいろなものに持って問いを立てていくのか、さっきの富山さんの意地悪な問いを立てる遊びみたいなのもありましたけど、そういうものも高度な問いを立て方だし、場の作り方だと思うんですけど、このみんなで好奇心を持って何が面白いっていうのをやっていくっていうことが、これから実は学びの本質に残っていくんじゃないかなって、STEAM 教育っていうのもね、まさにそこにやっぱアートが入ってきて、で我々はアートを使っているのが、アートっていうのはやっぱり問いを立てるっていうのがかなり重要な本質になってくるので、でもアートを作りましょうっていうとハードルがちょっと高いので、なんか自分が興味を持ったことを書き留めたりとか、あるいはそれをちょっとこう AI に放り込んでみたりとか、あるいはそれでなんか違った色を見つけるでもいいんですよね。色って本当にいっぱいあるので、もう空の色だけでも本当にいろいろな色があるので、なんか違うものをこう探してみるっていうだけでも、多分好奇心を育てていく第一歩になるんじゃないかなっていうことなんで、でも本当に今日のセッションにすごくふさわしい質問をいただいて、はい、ということで中島さん、大丈夫ですか？もうそろそろだいぶいっぱい言っていただいた気もするんですけど、時間を稼いだつもりが。いやでもなんかそうですね、さっきの
ね、お茶碗とかにもこう揺らぎがあったりとか、なんか遠山さんがそうやってこうね、これは実はって言ってこういろんなこと考えてくれちゃって、これもなんかでもある意味で遊びだと思うんですよね。遊びですよね。そうなんですよね。なんでしょうね、なんか遊び余白とか、なんかね、多分宮田さん今日クラゲを着てきていただいたりとか、はい、なんかこうなんかね、自分なりに何かちょっと遊んでみるって、答えがあったりこうが正解っていうのがあるわけじゃないけど、なんかそうやってみるみたいなのってすごい面白いなって。遊びって目的あったりするんですよ。変わっていくんですよね、でちょっと一昔前だとやっぱり学びとかでも、今日の目標はこれで、これをなんか早めにちゃんと到達するとか、そういう感じでやられてたり、それこそなんだろう、受験とかなんだろう、一次元の軸とかで偏差値だとか GDP とか、もうガチガチ考えすぎなんですよね。そうでもなんか本当に生きてるとね、皆さん思うようにそんな一次元の軸なんかで絶対語れなくて、むしろ揺らぎがあって、だから面白くって、でむしろそういうことが大事になってる時代で、なんかね、何が起こるか分かんないし大変なこともいっぱいあるけど、なんかそこでその人なりの何かがやっぱり生かされるな。それこそ AI とかも出てきて、 AI さんもいろんな個性持ってるけど、人間もね、一人一人こうやって違って面白くって、なんかそのためには遊ぶことってすごい大事で、遊びこそ一番学びになる。でなかなかうまくいかないわけです。なんか遊んでると、なんかそれこそ砂で何か作りたいと思っても、うまくいかなかったりしてるうちに違うことになっちゃったりとかして、でもなんかそういう時に自分で五感で本当いろいろ学び取れて、なるほどって、もう本当に全身で分かることがあったりするから、やっぱ遊ぶってすごく大事。もともとスコラとかね、余暇とか余白とか遊ぶって、スポーツもそうですけど、遊びだから、なんかで私はその0から120歳の子どもたちと言ってるんですけど、やっぱりね、だからなんか、ね、大人になったらとか、なんか先生だったらとか、親がとか、なんか経営者が中間管理職に来たらこうとかじゃなくて、なんかもう人生ずっと遊びながら学んで作っていくと、なんかそういう時代だなと思うから、おばあちゃんおじいちゃんでも赤ちゃんでもなんかみんなでやる。でしかも万博だと面白いのは、今日ねこうやって日本語で話してますけど、あっちねヨルダンの方が見えるなとか思ったりしながらなんかこう本当にね、世界中のまた全然違う価値観とか、いろんな歴史とか、5ヶ月あります。ね、もう背負ってる皆さんがそう一緒になってなんか作っていくっていうのは、これもう万博もある意味では遊びの宝庫ですからね。そうですね。はい、楽しみです。それでお子さんになっているのかですが、いやいや素晴らしいです。はい。ということで時間が来たというプレッシャーをこう来てるんですが、でもちょっと最後一言締めて一言ずつ遠山さんじゃあ中島さんで言っていただければと思うんですけど、はい、考えてる間に今日の僕の学びとしては、俺もクラゲになるもうクラゲになってるんですけど、脳がないんでしたっけ、クラゲ。脳がないんですよ。脳がないんですよね。だから感性にこう身を委ねながらこの社会と共鳴をしていくって、そういう時間もちょっと持っていきたいなって改めてクラゲになっていこうと。ずっとクラゲになるとちょっと人間として生きていないのであれですけど、クラゲになる時間をちょっと作ろうと今日は改めて思いましたということで、一人ずつちょっとどうぞ。ありがとうございます。今お二人でかなり交渉的なお話されてたんですけれども、私は結構やることが小さく絞られてきています。で、私が万博ですとかこの社会でできることって本当微力だと思います。茶室でできること、日本文化でできること。でもこれからの未来、これまでと現代、これからを考えた時に、日本の文化、日本人の精神性ってどうなんだろうとか、世界でやっていく時にそれを知ることってすごく重要だと思うんですよ。で、テクノロジーが発達していく。で、未来、そうなってきた時に、私はずっとテクノロジーが発達すれば幸せになるものだと思ってました。でも最近は違うのかなと。経済性とか合理性ではなくて、もっと違う心の豊かさが大切なのかなと思ってます。で、そういった時に皆様が、中島さんも宮田さんですけれどもそうですけれども、そういった人たちに何かこうヒントになるようなことを提供できればと思ってます。もちろん皆さんにもそうです。ですので皆さんもぜひこういう国際的な場で海外パビリオンいっぱい見られたと思うんですけれども、一度自国の文化っていうのももう一回見つめ直していただければすごく嬉しいと思ってます。ありがとうございます。じゃあ中島さん、はい、私もね、なかなか一言で言うと、私も
虹になりますっていうかな虹ちょっと危ないですよ。なんかちょっと亡くなった方の地球だったりするんで、まあでも虹を作りましょうよ。いや虹を作りましょう、はいでも本当に何でしょう、本当に今富山さんもおっしゃっていただいたけど、この万博、まあ、いろいろ言われ方もあるけれど、なんか来てみるとこれだけやっぱりいろんな国があって、今このね決してなんかいいことばかりじゃない地球の中でここにギュッて世界中がやってきて、多様な立場で、今日うちもまたすごい重度な障害のある子たちがボランティアやってくれてるんですよ。ボランティアの衣装を着て、なかなか動けないけどこうやって一緒になってみんなをおもてなしをするというのをやってくれてます。でだから作り手にみんながなっていく時代の中で、来た人たちも結局作ってるようなものだと思うんです。ここで何かいろんなものを発見して気づいて、何か場合によって話しかけちゃったりしてこういろいろやるって、これすごいことで、万博の可能性みたいなもので、これをさらに広げていくのがもう私たち自身だと思うので、ぜひね皆さんと共にこうなんか楽しみ遊びながら、万博をでもその先に2026年以降にも響き合わせていけるように、高めて響き合わせていきましょう。高めて響き合わせていきたいなと思います。はい、ありがとうございました。はい、今日はクラゲ館から中島さんと富山さん、お二人に参加いただきました。皆さんこれでセッション終わりします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。